皆さんご視聴ありがとうございます。この番組はアートと出会うをコンセプトとしたアート発見番組です。MC を務めさせていただきます森山未来です。お願いします。そして、僕と一緒にアートと向き合ってくださるナビゲーターさんである、小池愛さんです。ナビゲーターの小池愛です。よろしくお願いいたします。はい。それでは早速ですね、本日のスペシャルゲストをお呼びしたいと思います。直浩平さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ご紹介させていただきます。名和浩平さん、彫刻家でいらっしゃいます。京都市立芸術大学大学院をご卒業の後、そのままずっと京都を拠点にご活動をされていらっしゃいます。その後、サンドイッチというアートスタジオを創設され、創作活動を続けていらっしゃいます。名和さんは感覚に接続するインターフェースとして彫刻の表皮に着目し、セル、細胞ですね、という概念を基軸とし、2002年に情報化時代を象徴するピクセルを発表されました。その後、生命と宇宙、感性とテクノロジーの関係をテーマに重力で描くペインティング、ダイレクションやシリコーンオイルが空間に降り注ぐフォース、液面に現れる泡とグリッドのバイオマトリックス、そして泡そのものが巨大なボリュームに成長するフォームなど、彫刻の定義を柔軟に解釈し、鑑賞者に素材の物性が開かれてくるような知覚体験を生み出してきました。近年ではアートパビリオン、校庭など建築のプロジェクトも手掛けられています。2015年以後、ベルギーの振付家、ダンサーのダミアン・ジャレシュとの共同によるパフォーマンス作品ベッセルをこちらを国内外で公演されていらっしゃいます。これ実は森山さんもご一緒されていらっしゃるんですよね。はい。後ほどゆっくりその話も伺いたいなと思います。はい、2018年にはフランスルーブル美術館ピラミッド内にて彫刻作品スローンを特別展示されています。今日はですね、表参道のギャラリーで個展を開かれているということで、そこにお邪魔して今回はインタビューさせていただこうということですね。面白いですね。っていうかずっと思ってますけど、なんか宇宙とか地球のミクロとマクロをこう行ったり来たり横断してるみたいな印象が、なんかミクロだと思ったらこれは宇宙なんじゃないかみたいな、そういう印象の作品がばかりな感じもしますけど、でも僕は名和さんとは2015年が初めなんでしたっけね。何年でしたかね。多分16年にベッセルロームシアターで発表したから、あれが京都のロームで15年に初めて会ったかな。そっか。で15年に大阪でねありましたっけ。南港の南港やっけ元造船所のところでね、最初ちょっとワークインプログレスみたいなさせてもらって、そこからですよね。5年前かな。すごいですよね。5年もプロジェクトがこうなんていうんですかね、いわゆるこれベッセルってなんていうんですかね、例えばヨーロッパのフランスのパリのシャイオという劇場で上演した時に、あれがオリビエ賞っていうね、そのいわゆるダンスパフォーマンスの括りの中で作品としてノミネートされているって考えたら、ダンスパフォーマンスなんですけど、でもどういう括りとして名和さんは考えているのかなとも思いますしね。ただセノグラフィーとして参加したっていう領域じゃないじゃないですか。そうだね。そうセノグラフィーとか、舞台美術っていうもの自体をあんまりやったことなかったんで、どこからどこまで作ったらいいのかなっていう。なので本当にパフォーマンスのゼロの段階から未来君来ていただいて、だから一緒に作るような感じだったかな。そうですよね。なんか普通そのダンス作品だったら振付家がいて、振付がなんか作品全体のイメージを構築して、で舞台美術を作る人だったら、じゃあ舞台美術の人にこんな感じで作品っていうか、その舞台セットみたいなのを作ってほしいという話になっていくのが普通の流れですけど、
ベッセルに関しては本当にこうコラボレーションっていう言葉も陳腐に聞こえるぐらいこう本当にもうダミアンと名和さんでこう本当に組み上げていった編み上げていった作品だっていうのが、すごく強かったし、やっぱあのプロジェクトでやっぱりすごく衝撃だったのはいわゆる彫刻家でありアーティストである人間が作品こういうダンスパフォーマンスだったかもしれないそのプロジェクトに入ってきた時にこう作品を見る見方とか目線みたいなものがなんかこう全く違ったところから見ているっていうかね、それがなんかこうそのなんかこう目線の強さと鋭さみたいなのがブワンってこっちになんか来たっていうか、ダミアンもすごくそれにやっぱ後押しされてるのがもうすごく目に見えましたし、やっぱあれはそのね、コンセプトとか話し出したらちょっと長くなっちゃいますけど、そのいわゆる振り付けダンスってその肉体っていう概念と、その名和さんのずっとやってらっしゃるその彫刻っていう概念とこうどう横断させるかみたいなプロジェクトにもあったじゃないですか。そうですね。だからいわゆるダンサーステージ上に立つダンサーっていうのはだからじゃないですけどヘッドレスって呼ばれるその首から下を上を一切こう見せない、だからもう本当に肉体のみを見せて、しかもそんなに大きく動くわけでもなく生身の肉体がそこにあるんだけど、それを本当に彫刻として扱うかのように舞台上に存在させて、でその肉体だけを見ている、もしくはその作った舞台機構その美術を見せてるんだけど、その中にいるその彫刻のような肉体のようなものが動き出した瞬間に人間ではない別の生命体みたいなものに見えてくるみたいな、なんかそんな口にするとちょっとなんだかあれですけれども、すごいプロジェクトだったんですけど。そうなんだからダンスをこう見せる舞台っていう考え方よりも、なんかその舞台上にどういうふうに存在させて、でそこに肉体がどういうふうにあるべきかっていうのを、空間と一緒に考えていくっていう作業で、だからあれ未来君とかダンサーの方が参加してもらっていて、その普段のコンテンポラリーダンスの作品とどういうふうに違うのかっていうのも僕は最初分かんなくて、だからどこまでなんかこう意見していいのかもすごい難しいその、ダミアンっていうのは振り付けを考えるんですけど、彼は彼ですごい強烈なイメージ持ってるじゃないですか。だからそれをこう引き出しつつ、できないことはできないって言わないといけないし、そこがすごい、未経験のことが多くて、面白かったですね。なんかこうハラハラするというかドキドキしながら作っていくっていうかどこまでできるのかなっていう。あとはもう本当にざっくりした話ですけど、そのプロセスとしてあまりに違うなと思ったのが、そのやっぱり舞台美術だったり、舞台美術って言っちゃいますけど、ああいうセットというか最終的にそれがセットされるまでに、やっぱありとあらゆる実験をもう重ねに重ねてたじゃないですか。作られてる、舞台機構にしてもそうだし、その素材にしても表面につく素材にしてもそうだし、その中で半液体半固体みたいなそのねこう存在が出てくるんですけど、それもどういうふうに作るのかとか、だからそれも含めて普通に舞台っていうものを作るプロジェクトとして考えると予算がこれでできるわけがないんです絶対に成立するところにはいかないのが、でもやっぱそれがいわゆるこのアートのフィールドだからこその考え方なのか、この1回公演をやる何回か公演をやるっていうところで採算を考えるんじゃなくて、ここから先にこうどんどんつなげていくことによって、バジェットを回収していくみたいな、この考え方そのものがちょっと僕にはなさすぎてでも全然成立してないそうなんですよね。成立してないまだしてないですから本当に10年ぐらいのスパンで考えないと、森山さんも10年そう100回以上やらないとなんか元取れないみたいなことを言われてそうか肉体持つかなみたいなそうめちゃめちゃ大変なんですよ。いやでもその出てた
あれはネタバラししない方がいいですよね。半固体と半液体の物体はね。まあもう出してもいい気もしますけど。どっちでもいいですまあどんな裏話？いやいや、まあいわゆる片栗粉なんですよね。うん片栗粉を水と混ぜて、まあその物体を使うんですけど、でそれってまあゆっくり動かすとまあ流れ落ちる。まあそれバランスを水と片栗粉のバランスもあるんですけど。